こんにちは。今日はベトナム観光ハノイに来たら行くでしょう。ホーチミン廟です。こちらはベトナムの定番観光名所で、ベトナムの革命家ホーチミンが眠る場所です。なので厳重に警備され、内部は映すことはできません。見学時間も短いので注意です。服装も注意が必要です。ホーチミン廟の中では死後や立ち止まってもダメで、かなり厳重に見張っています。観光客だけでなくベトナム人も来るので大混雑です。まずは並んでセキュリティチェック。ペットボトル類、カメラ類は預けないと次に進めません。入ってからも長い列。とにかく広くて建物一周列に並ばされます。交代式です。これは見ものです。だいたい1時間ほどで中に入ることができました。はい、出てきました。中にはホーチミンが特別な永久保存処置をされて眠っていました。ほんと生きてるみたいでした。内部の見学はあっという間。並んでいる時は警備が厳しく、建物しっかり映せなかったので、こちらがホーチミン廟になります。日本の皇居とかのイメージですね。この後は隣にあるホーチミンの家に向かいます。こちらでチケットを買います。オーディオガイドはチケット売り場後ろにあります。チケットは QR コードでスムーズに入れます。ちょうど団体とぶつかったんですね。今はチケット売り場は空いています。こちらが大統領府です。大統領官邸で住んでいたのかと思ったらそうではなく、ここには住んでいなく、奥の高床式の家に住んでいたようです。フランス領の1906年に建てられました。こちらがオーディオガイドになります。黄色の色がベトナムっぽいですね。さらに奥に進むと、また黄色の建物が現れます。黄色が好きなのか？ここは1954年から亡くなる1969年まで執務を行っていたようです。海外からのゲストを迎えて会議をしていたようです。いろいろな方との写真を見ることができます。ここで階段とかしていたのかもしれないですね。高床式にも住んでいたようですが、こちらにも住んでいたようで、ハウス54と呼ばれています。官邸とか国会議事堂的役割ですが、雰囲気はとても可愛らしい感じですね。ちょっと読めないので聞いたオーディオガイドとでまとめてホーチミンさんを簡単に紹介します。1960年のベトナム戦争の時、北ベトナムを率いて勝利に導き、植民地時代はフランスからの自由を得たり、初代ベトナム民主共和国主席でした。今のベトナムを作ったような人です。なので今でもベトナムの父、建国の父と最もベトナムで敬愛されている指導者です。写真と建物を見ながらここでチャンネル紹介です。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こちらはホーチミンが実際に使用した車が3台展示されています。クラシックカーでおしゃれですね。結構広々した作りですね。奥の方も見るところがあるようです。中に入ることはできないですが、このようにガラス張りになっていて、中の様子を見学することができます。ここは寝室。こっちは食堂ですね。こちらは執務室です。少し歩くと池に出てきました。大きな池です。いかがですか？ホーチミンも仕事をしながらこの池を眺めたりして一息ついていたのでしょうか。観光でも一息するのにちょうどいいスポットです。クジャクがいますね。立派な羽を持ってそうです。池の反対側からの景色です。周りはジャスミンの木が茂り、
涼しさを感じる雰囲気です。これは何だろう、不思議な感じです。はい、高床式住居の方に来ました。ちょうど執務室の反対側になります。こちらも入るのに列に並んで入っていきます。あちらにも住んでいましたが、ホーチミンの家といえばこちらです。少しリゾートホテルのような雰囲気ですね。ここで会議とかしていたのかな。2階に上がってきました。2階は書斎や寝室があります。日本でいう総理大臣や大統領レベルなのですが、非常に質素な生活をしていたのが垣間見ることができます。ホーチミンの亡骸同様、保存状態が良く、今でも大事に慕われているのがとても伝わってきました。こちらもホーチミン廟と同じく営業時間が短く、オーディオガイドでしっかり聞いて池で休憩したりしているとあっという間に時間が経ってしまいます。追い出されるようにこちらに向かってきました。はい、こちらが一中寺です。池に一本の橋で支えられた橋の形をしているお寺です。ベトナムの狛犬さん、やっとこそ順番になりました。皆さん熱心にお参りしているので結構時間がかかります。こちらのお参りのしきたりがあるのでしょうけど、いまいちわからないので日本風でお許しください。こちらの裏手に菩提樹があり、おそらくこれ時計回りに9回回るといいことがあるらしいです。一中寺の国、またお寺がありました。こちらも人でいっぱいなので覗いていきましょう。おー、豪華絢爛ですね。寺なので仏様かな。中に入っても良さそうなので、ベトナムのお寺はこんな感じと映していきますね。小さなお寺と思ったら結構奥の方まであるようです。一つ一つ意味があるのでしょうが、派手派手しいですね。日本の寺でも派手なとこはありますが、またちょっと違った感じです。これはお墓的な感じなのかな。ではお寺を見学しながらまとめていきたいと思います。ホーチミン廟とホーチミンの家を見学するには半日はかかります。ベトナムに来たら一度は行ってほしいところではありますが、短い旅行だと歴史に興味ない方だと疲れるし、時間的に少しもったいないかも。そういう方だとホーチミン廟だけでも十分だと思います。生きてるような亡骸は必見です。バイバーイ。次回は金曜20時、高岩前編の続き。次は明和になります。恐怖の岩場の先には絶景が見ることができます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。